千代子です。ようこそお運びくださいました。100均ギターのエレアコへの道。前回の動画ではコンタクトマイクともいえるピエゾ型ピックアップを用意しました。よし、ピックアップができたので、これでギターに取り付ければエレアコになるというわけにはまだいかないようです。ピックアップで拾われた電子信号はアンプやスピーカーにつなぐ前にまずプレアンプで処理しないとまともな音にはならないとのことです。プレアンプってそう言われてもそんな洒落たものは持っていないので組み立てるしかないです。こちらのサイトをお手本にさせていただきました。プレアンプに使った材料です。重要なのは JFET タイプのトランジスター、そして今まで使ったことのない大きな抵抗が必要でした。キャパシターもいくつか使いました。電源は 9V 必要なので、モバイルバッテリーではなく電池から取ります。このプレアンプの役割は、信号を増幅するというよりも音質を高めるため、ピエゾピックアップとアンプを直接つなげると、ピエゾ素子から来るハイインピーダンスな信号がローインピーダンスであるアンプの入り口に入るときに低音が失われてしまう。なのでその間をプレアンプに取り持ってもらう必要があるとのことです。正直最初は何のことかさっぱりわかりませんでした。カットオフ周波数と送り側、受け取り側のインピーダンスの関係はこういう数式で表されるのですが、これだけだと私はどうもピンとこないのです。なのでピエゾピックアップを口の小さいボトルと考えることにしました。中にはケチャップでも何でもいいのですが、ドロッとした液体がたっぷり入っています。ピエゾ素子の結晶はそこそこの電圧は生じるものの電気を通しにくいので、ワイヤーに流れる電流は微量。ボトルの中身はちょっとずつしか出てこられませんが、それをボトルの口よりもずっと大きな器に出してしまおうとしています。その時に流れやすい水分だけが先に出てきてしまって、粘性の高い液体が残ってしまう。この時、流れやすい水分を高周波数、ドロッとした液体を低周波数と考えます。ちょっと乱暴なのですが、これが比較的高い周波数の信号だけがアンプに送られて、低音が失われてしまう現象と考えます。で、プレアンプの役は、このボトルにつける電動ポンプです。電池からもらうパワーを使って、流れにくい部分も全部滞りなく器の中に送り出します。トランジスターがポンプのモーター。大きな2つの抵抗のうちの1つはポンプの口を大きくするためのもの。もう1つは安全弁。ではプレアンプができたことだし、先ほどのアンプとスピーカーにつなげましょう。スピーカーはやっぱり1つでいいでしょう。まずはこちらの箱に輪ゴムをかけただけの弦楽器もどきで試してみます。どうでしょう？それなりにそれらしくないでしょうか？プレアンプは外部からの電気的干渉を防ぐためにファラデーケージに入れた方が良いというので、こちらの紅茶の缶を使うことにしました。金属製でもコーティングされていて表面が電気を通さないため、アース線につなぐところと本体と蓋が接触する部分の塗料をこすって剥がし、通電しているかどうかは確認しておきます。ケースも用意できたし、プレアンプできました。いよいよ100均のおもちゃギターで試す時がやってきました。次回完結編でどうかエレアコ化された姿を見届けてやってくださいませ。ご視聴ありがとうございました。